こんにちは。大工の翔やんです。今回はこのダイニングキッチン、リビングですね。これの全面改装、もう流し台も新品にします。天井も床も壁も、そしてこの隣にある今ですね、今の床も一面に揃えて同じ床を貼っていきたいと思います。まずこの解体からやっていきます。今回の自分家のリフォームなんですけども、これも何年も前からね家族で言ってたんですけども、建ててから40年近く触ってないんですよね。お風呂がね一坪タイプなんですけども、寒いから風呂をやりたいな、キッチンのこの古くなってきたとこもなぶりたいな、そういう意見もずっと出てたんですけどね、なんせするとなると自分がしなくちゃいけないんでね、なかなかこの踏ん切りってつきませんよね。人に頼んでねやってもらうならねいくらでもできたと思うんですけど、結局ね言い出しから10年目でやっと重い腰が上がったってことですね。自分若い時にね建てましてね、今思うとあんまり早く建てるもんではないですね。結局早く無理に建てて年いってからまたこれなぶるやね。なぶって老後のお金どうのこうのって言っててもやっぱしなぶらんとしょうがないしね。結局家で始まって家で終わって一生終わり、それでいいんですけどね。40年前にした仕事を解体してるんですけどね、あちこち解体してるとね、本当にこの40年前のやってた頃の思い出って蘇るんですよね。ここはこんにしたやな、ここでこんなもがいたやな、そういうことって覚えてるんですよね。昨日のことはね覚えてなくても、この40年近く前のことよくこれ覚えてるもんですよね。特にね台所のタイルですね、自分一人でね思うように垂れてきたんですけども、タイルがね綺麗やと思ったんですけどね、結局の40年この色は合わんやろ、荒れすぎるやろって言われ続けたんですけどね、これで言われなくなりますからね、ほっとしてますけどね。今回のリフォームはダイニングキッチン隣の2部屋なぶっていきますから、ちょっとでもね空間を広くできればなと思ってます。この家建てた自分はね壁が少なかったです。建具が多かったってことなんですけども、昔は10畳以上広い空間ってなかったですね。8畳が4つ、もう大きな田舎の家やったら8畳が6つ並んでましたね。結局建具を取っ払って開けた状態で大広間にできるわけで、やっぱり8畳は8畳として全部区切ってあったんですよね。一部屋一部屋小さく使って何かの時に大きく使うよ、そういう形の和風作りですね。それが今は家は小さくても大きな広間を最初から作って生活する、そういう形に変わっていったと思うんですね。ですからうちもねちょっとあやかって頭通して広く使っていきたいと思います。
解体が終わってね、床からやっていくんですけども、昔の床下地これ大きかったんですよね。木柄で言ったら今のたるきのもう2本で効かないですよね。3本分ぐらいの太さもありますね。でも断熱材は一切入ってませんね。そんな自分に断熱材どころか畳下のねこの杉板が吸い取る方がいいんや、スースー風が当たった方がいいんやなんて言われましたからね。日本の古い家って断熱なんてねまず考えていなかったんでしょうね。腐らないように風を通して涼しく、夏のことしか思ってませんよね。冬は耐え忍んで生活する。そして春先から夏がメインですから、その暑い時期をね乗り越えるように作ったんでしょうね。床の下地材はね結構大きな材料が使ってあったんですけどね、正直なかなかね春樹をね再利用したかったんですけども、トレーナーかける言うてもね機械が傷みますしね、もったいなかったんですけど勝負しましたね。大引きだけを4本ほど使ったんですけどね、それで大引きもねまあ喜んでくれてるんじゃないですか。結局40年でねこのうちの家も15、6ミリ下がったんですけどね、最初にね不動産屋から地面買った時にね田んぼの作土は取ってあるよって買ったんですよ。そして昔のこのポットン式のこれ便所だったんで2メーターも2メーター50も掘りました。その時に初めてこの作土が取ってない1メーターの作土が残ってたんですよね。不動産屋ともう揉めたんですけど結局ね買った後で起訴するタイミングでしたしね泣き寝入りしたんですけど、この40年かけて15、6ミリ下がるってことですよね。泥ですからね、これが釘が残りますけどね、これ以上はそうそう下がらないと思います。一番いいのはねやっぱ古い家が建てたとこにね建てるのが一番下がらないんですけどね、やっぱし新しい地面のリスクっていうのはありますよね。荒壁はついてるんですけどね、この隙間というか入れれる空間にね断熱材は入れてきました。今度はサッシですね。昔のサッシはね当たり前のごとくガラスが短パンでしたよね。薄い1枚のガラスですから当然のごとく外と中のこの温度が違いますから結露するってことですね。それが今はレアガラスになったってことですね。葬式二重になって結露がしにくくなった。本当にもうサッシの敷を溢れるぐらいの結露の水が下がりましたよね。それが今のサッシはほぼしない。もう今度はねアルミを使わなくて樹脂ばっかでこのサッシができてきますよね。本当にサッシ自体は変わってきましたよね。サッシはアルミでできてます。今はね樹脂サッシってね樹脂でできてますからまた話は別なんですけども、昔からこのアルミです。ガラスが入ってないパネルでも中は段ボールで外側にアルミなんですよね。でうちの家はねアホみたいにね窓っちゅう窓に全部これ銅板のひたしをかけたんですね。悲しいかな、30年ぐらい前はもう酸性雨がもう降り注いだんですね。銅が溶けて雫になって落ちてそれが跳ねるだけでこのアルミのパネルに穴が開くんですよね。ですから勝手口のパネルなんか2回ぐらい変えてます。雫で穴が開きました。その酸性雨がこれいつの間にかなくなったんですね。なくなっただけよかったですよね。銅板が持つようになりましたしね。5輪切れ。今ほどこういういろんな形の型引きなかったですよね。それが今この型引きになって人間がね通過する時でも本当に楽になりましたよね。建具自体が動線の邪魔にならないっていうことですよね。これはもう画期的ですよね。
そしてこのキッチンの前にはね大きな窓をつけましたよね。出窓でね物が置ける。でも今は正面に窓がないのが多いですよね。スカッとパネル貼ってね、これも考え方によったら綺麗ですよね。でもやはりね自分は少し窓があって風が入った方が好きですけどね。結局ね勝手口なんですけども、ドアは片引きに変えることができたんですけども、勝手口一段下がる、これが解消できませんでしたね。もう思い切ってね外のこの物置を取っ払えば一応つかなかったことはないんですけども、でも勝手口がねあることでこの床の締まりもつきますし、一段そこで靴も脱げますしね、そう悪いことはないと思います。で今まではちょっと大きかったんで少し小さめの勝手口の土間にしていきます。間仕切りのね土壁を1枚抜きました。それと同時にこの筋貝も1枚抜いたんでね、外した分の筋貝を数だけは最初の通り元に戻してやります。そしてねリフォームの床張りはね本当にこの1列目は手間がかかります。新築でもかかるんですけど、とにかく1列目をまっすぐと古い材料にひっつけていくわけですから、なかなか1枚目は時間かかりますね。今回の床張りは下張りにね 15mm の合同合板を貼ってあります。その上にまた 15mm のヒノキの木材を貼っていきます。150幅が一番最大です。どうしてもこの1枚あたりのこの収縮が幅が広ければ広いほど大きく縮むってことですよね。良かったんか悪かったんかもう分かりませんけども、見た目は綺麗です。 15mm のヒノキの木板、それを今回は貼ってきました。できるだけこの点検口は作りたくないんですけども、正直ここへ点検口を作らなくて隣の和室からやったら畳をめくって来ることができます。でもねその長い道中来てもらってね仕事してもらうっても申し訳ないですからね。それともし何かトラブった時にね近場に点検口あればすぐ対処できますから、絶対踏むのはしょうがないですから、これではもう一つの諦めですね。天井と壁にはねできるだけこの断熱材グラスウールを入れたろうかなと思ってるんですけども、その前にね荒壁の隙間にこのウレタンを打ちます。この隙間を埋めたからといって家が息をしなくなるわけでも何でもないですし、壁は十二分に湿気はね吸ったり吐いたりしてくれますから、もろにこの入ってくる隙間風をねウレタンで止めてやります。
古い材料がこの焼けて赤くなってるんでね、この割と杉の赤みを持っていくとね、全然違和感がなく収まってくれますね。天井するまでにね、長ほどの緩んだこの線とかね、木打ちのボルト、羽子板とか、締め直しの効くとこはもう全部締め直して緩みをなくしておきます。もちろんね、天井の下地の上にグラスウールを引いていきます。100ミリのグラスウールですけども、隙間ができるだけできないようにね、引き詰めていくんですけども、正直その家の1階なら1階と2階なら2階、全部をリフォームする場合はいいんですけどね、このように1部屋だけを断熱材入れてもね、正直どれぐらいの効き目があるかね、ちょっと疑問視するんですけども、入れないより入れた方が絶対効き目は出ますからね。年いった大工さんがね、これはあったかいもんやなって言って長靴の中に引いたんですよね。これはむき出しのグラスウール引くんですから、これあったかいかもしれんけど端かいですよね。シク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 と、これはあかんわって笑いましたけどね。やはりリフォームの中で一番厄介なのは壁ですね。壁のかやり、これを直していくのがいかに上手に早く正確に直すかがリフォームする大工さんの腕の見せ所ですよね。正直自分はリフォームはね、あまり得意ではないんでね、基本的な直し方でやっていきます。窓枠の寸法を初めに作って、そして下地をしていくと、なかなかこっちの柱が当たるとか、こっちがへこんでる出てる、難しいんですよね。一面なら一面、折り金、三方、四方全部でもいいですけども、下地をあらかたして、その寸法から一面一面開い出します。それが一番失敗はないですね。今回は杉の赤身なんですけども、マサドリの枠で作っていきます。マサドリっていうことで、なかなか狂いは少ないですしね、使いやすい材料ですね。ドアだったキッチンの入り口を今度は片引きに変えてやります。隣と兼ね合いの部分は入り口の本体はなかなか砕けづらいです。古い入り口枠に今度は新しい木を取り付けてね、一つの入り口枠にしていきます。私本当にこのドアにしたんですけども、ドアのいいとこもありますけどね、やはりドアはもし玄関が開いてたり他の部分が開いてて風が来た場合にダーンと閉まってしまうってことでね、音響きますし、隣の部屋まで影響を与えるってことですよね。ですから片引きに変えてやります。前のキッチンは5メーター1列に並んでました。今回は2メーターの3メーター L 字につきます。歩く動線が短くなるってことですよね。それとその空いたスペースに冷蔵庫を置いて、少しでも部屋が広くなればなと思ってます。こんな上になってますね。
自分とこのキッチンはね、三方に入り口があって空いとる壁にキッチンがおる。ですからこの物を置くとか収納とかそういうことがかえって入り口が多い部屋ほどできませんよね。唯一勝手口の横の小さな壁なんですよね。棚をつければちょっと狭くなってしまうんですけども、ここへねちょっとしたこの小物置きを作ってやります。大したもんは置けませんけどね、ちょっとしたワンポイントでどうでしょうね。結局この部分は親子で喧嘩になったってことで、親父がナレーション入れたくねえというところで、結局息子の自分が入れてます。家族会議で、自分とおかんが、勝ったと言いますか、意見が通ったっていうことなんですけど、この後また仕上がりが出てくると思いますけど、実際皆さんどっちがいいかぜひコメント欲しいです。古いもんと取り合いのとこはね、次の赤身の材料を結局全部使ったんですけども、こうやって見てもねやっぱし違和感ありませんよね。やっぱり色合いはホルモンには杉の赤身が一番合うでしょうね。ただね、杉の赤身って、白田より倍以上にこう単価がなってしまうんでね、それがちょっとね使いにくいんですけどね。キッチンの方はねこれで完成したんですけどね、隣の部屋の押し入れの部分を収納にしていきます。この部分はねテレビがあってもいろんなものが入ってたんですけど、今度それをまた全部入れるっていう、それだけの収納はできないと思うんですけども、なんかかっこいいね収納になればいいなと思ってやったんですけども、この押し入れを砕いてて、この花火が出た時はびっくりしましたよね。本当にこのプラのせいにはね縁がないんですね。今で3回目ですね、トラブルのは。もうダブることはないんでね、これで終わりになってほしいですね。押し入れをね砕いたことで、うちの主のね抜け殻にも会うことできました。これね、こんな大きな青大将がね縁の下出入りしてたんですね。本当にもう尻尾の先から口、目ん玉まで残ってましたね。根だだ歩きに尻尾をちょんとかけ抜けていったんですね。見た時はびっくりしましたけどね、会えてよかったです。収納部分の壁はね残り物ですけども、ヒノキの板で貼ってきました。本当にね普通のこのお客さんの家ではね使えないんですけど、正面右左これ全部違います。縦に貼ってあるんでねちょっとわからないだけなんですけども、でも綺麗ですよね。
なんかここにも欲しい感じですよね。ここやろ、ここ立てるね。ほらもう引っかかったんやんけ。これで最後の仕事になるんですけども、いいな収納棚、テレビ棚もあるもんで作ります。材料はごっついです。大きいですけども何でもあるもんで作ってきます。材料は悪いことはないんです。これは基礎のヒノキですから、削ればツヤもいいですしね、使いやすいですし、これをなんとかいい格好にしたいなと思ってます。基礎ヒノキのいいとこですね。まずツヤがいいです。そして粘りがあります。削ってみれば節もきれいに削れます。で節の色がまた違うんですよね。赤みを帯びてるというかね、ツヤが本当に違います。そして年輪、芽が細かいんですね。育つのに苦労してるんですね。長野の山奥の寒いとこの木なんですけどね、成長が悪い、ゆっくり育つ材料は値打ちがあるんですね。年輪が細かくて、屋久杉なんかも典型的ですよね。芽が細かいです。それと同様に基礎ヒノキも値打ちがあるってこう言われるんですね。ただこの材料はそう立派な材料ではないんですよね。節だらけの基礎のヒノキを盤にしただけですから。でも好きなもんは好きじゃないですかね。自分は好きですね。耳付きの厚めの板をね、一枚一枚この寸法を取ってはめれたんですけども、なかなか苦労しましたね。実際トレーナー通してる時はね、結構幅広いなと思ったんですけど、いざここへつけてみるとね、もう少し幅欲しかったですね。特にこの下の段なんてね、パックス置いたりちょっとした機械も置きたいですしね。でもこれぐらいがトレーナーの通る幅限界なんですけどね。斜めのテレビ台なんてね、なかなか合うからちょっと心配だったんですけどね、それなりに合ってよかったです。自分で言うのおかしいですけど、仕事的にはほぼほぼ満点じゃないかな。なんでここ最近ではうまくいった方ですね。これで収納棚、テレビ棚はできたんですけど、この上にね、もともとあったかみさん棚をまた新しい版でね、作り直してやります。なかなかね、かみさん棚古いのとちょっとかみさんに悪いですからね。これでかみさんも気分よく見守ってくれますかね。本当に最後のこのおまけの子ですね。帽子掛けもつけてきます。帽子掛けってね、正直なかなかわからないんですけど、家具屋さん行った場合だと下にちょんと置いて帽子掛けるようになってますけども、昔使ったね、この変木の切れ端なんですけども、結構この枝が片面だけなんですけども出てます。これを壁につけてやって、そしてそこに帽子小物がかけられないかな。この際ですから何でもありで帽子掛けも作ってやりました。26歳の時、自分で建てた家、40年間使い続けるとあちこち汚れ、傷んできたキッチンと今、10年前からの念願だった
キッチンのリフォーム、やっと重い腰が上がりました。解体とともに40年間の思い出もきれいさっぱりなくなりました。一歩入るとどうしたことでしょう。同じ空間とは思えない開放感。ヒノキの床板が輝いていますね。入り口のドアも片引きの釣り戸に変わっています。キッチンと居間を区切っていた一枚の壁によってお互いの部屋を広く使うことができませんでした。この壁を取り除いたことでこんなに広く使える空間になりました。5メートル一直線に並んだ昭和のキッチン。黄色のタイルに長年文句を言われ続け、高さも低くおかんが使うのに大変でした。どうしたことでしょう。新しいキッチンは L 字で使いやすく憧れのシステムキッチンになりました。昭和のまな板がよく似合うキッチンで、これで美味しい料理がきっと増えますね。下いっぱいに収まっていたテレビの空間。物入れを取ったことで一歩踏み込むことができます。存在感のあるクソヒノキで収納棚、かみさん棚も新しくなりました。眠っていた銀の盾もやっと置き場ができましたね。これでダイニングキッチンと今のリフォームできました。最初はね、2週間もあればできるかななんて簡単に思ってたんですけども、ここもね、ここもねとかなんかいろいろ考えてね、結局一月かかりました。でもおかげさんでね、もうこの空間だけは新築と変わらないようになりました。うちのおかんもね、大変喜んでくれてね、美味しい料理を作ってくれるかもしれませんね。前使ってたこのムーキーボットのテーブルも置いてみたんですけども、存在感は十分ですね。こっちの部分は綺麗になりましたけども、まだ家全体としたら直すとこいっぱいです。風呂も直したいですね。外壁も傷んできてます。家一軒の2割程度のリフォームになりますね。でもここだけでも綺麗になってよかったです。これでこのダイニングキッチン、今のリフォームは完成です。以上、大学の所有でした。